はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。ところで皆さん、ハンドルって知ってますか？車を運転するこのハンドルではなくて、YouTube のハンドルです。個人を識別するためのアットマークから始まる英数字を羅列したものです。そして、なんとこの度、ハンドルの対応言語に日本語が追加されました。YouTube からこの通知を受けた瞬間に、私はハンドルをもちろんオーノマンに変更しました。だったら最初から日本語を設定しておいてくれよと言いたいところですが、なのでこの際に皆さんも昔使ってた日本語名に変えませんか？ではここからが本編です。本日は皆さんに一つご報告がございます。4月1日から働き始めて丸2ヶ月が経過した現在の営業事務の派遣の仕事ですが、この度辞めることとなりました。私の同期入社の男性がです。はい。私の話ではありません。これまでの動画の中では一回もお話ししていませんでしたが、実は今回今の就業先には私ともう一人の合計2名の派遣社員が新規採用として働いていたのでありました。ただ残念ながらもう一人の方が近々辞めることが決定しました。本人から聞いた感じでは自分には合わない職場ということでした。私の過去の動画でもお話ししましたが、現在の職場が忙しいか忙しくないかで言ったら暇です。じゃあなんでその会社はそんな暇なのに新規で2名も派遣社員を採用したのと思うかもしれませんが、会社としては今後を見据えた採用のようでした。一般的な民間企業は忙しくなってから人を増やしたりしますが、私の派遣先の会社としては今後会社としての売り上げを伸ばしていくことを見据えて、忙しくない時期に人を採用して、そして教育していくという考えがあったようです。風の噂だと。ただ残念ながら私の同期の男性は手待ちの多い現在の状況が耐えられないようです。暇すぎるのが辞める理由のようです。私は過去正社員として働いていた時期もありました。その時私が勤務していた会社は色で表すならば限りなく黒に近いグレーでした。お昼休憩は15分くらい取れればラッキー。会社自体は完全週休2日制ではありましたが、休みの1日は家でのパソコン仕事で潰れてました。会社員時代はそれが正常だと思っていましたが、会社を辞めてからはそれが異常だと気づきました。だから私はその当時に比べたら今は快適です。椅子に座ってるだけで時給が稼げるなんて最高じゃないですか。だから同期の男性が現在の暇すぎる状況を理由に辞めるなんてあまりにももったいない。そして地獄を知らない人の発想だと私は思います。もしかしたら隣に座ってる私の脇がに耐えられないのが本当の理由かもしれません。そして一つだけ言えることは、今後を残された私は辞めづらくなってしまったということです。その人の分まで頑張ろうと変なプレッシャーを感じています。同期のその男性が辞めることによって後任が入るのか、それとも現状暇だから補充を見直すかどうかは分かりません。確かに手待ちの多い今の状況ではありますが、今のところ私は辞めるつもりはありません。とりあえずこの営業事務の派遣の仕事を今後も続けていこうと思ってます。一つだけ懸念材料を挙げるとしたら、現在の私の座席位置です。私の席は天井のエアコンの吹き出し口のほぼ下です。一日中冷気にさらされ、すでに2回ほど体調を崩しました。現在私は事務所内で夏だけどフリースを着て仕事をしています。私の悩みは
それくらいです。ということで本日の動画は以上です。もしこんな夏だけどフリースを着て仕事をしている派遣のおじさんに興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。